映画のフロドはなぜ評価されにくいのか。映画ロード・オブ・ザ・リングシリーズは世界中で愛されている名作です。ですが、その主人公フロド・バギンズをめぐっては、しばしば主人公はいらなかったとか、無能、イライラしたという感想をソーシャルメディアなどで見かけることがあります。私が見てきた範囲ではありますが、約20年ほどこの映画の原作指輪物語を読んだ人の中にフロドに対するこのような意見を見かけたことはありません。原作も映画も同じように主軸はフロドが指輪を捨てに行く物語です。それにもかかわらず原作と映画で解釈に隔たりがあるのは個人の感じ方や受け取り方の違いだけでは説明がつきません。つまり映画における解釈に理由があると仮定できるのではないでしょうか。そこで今回の軒の下の動画では映画のフロドがなぜ評価されにくいのかをテーマに私なりに考察した原作と映画の違いによる大きな理由を3つご紹介します。その3つとは指輪、ゴラム、サムが関係します。この動画はフロドがいまいち、フロドがうまく描けていないと感じたら映画を整理して見る機会になると思います。ですが私はただのファンで愛読者なので一個人の意見として受け取ってください。またフロドが理解できないのは映画の構造上の問題だと考えているのでわからなかった方を責める意図もありませんし私と同じように考えるべきと強制する意図もありません。ただ映画に対する辛口な意見も大丈夫という方だけご覧いただければと思います。この動画がフロドという指輪物語ロード・オブ・ザ・リングの主人公を改めて考える機会になれば嬉しいです。映画のフロドが評価されにくい理由の一つ目は映画における指輪の影響力の強化です。一つの指輪は冥王サウロンの力と悪意が注ぎ込まれた恐ろしい代物です。もしサウロンが指輪を取り戻せば、暁は暗黒時代を迎え、自由の民はたちまち取り返しのつかない事態に陥ります。ですが、その恐ろしい事態を招く引き金になるのは、サウロンや竜のように脅威が明らかなものではなく指輪でした。ボロミアの言った通り、ちっぽけなものに過ぎません。指輪を恐ろしく描くことは映画の制作陣にとって難題だったはずです。そこで映画では指輪の脅威を早くから打ち出し、繰り返しその脅威を強調する手法を取りました。第1部は比較的うまくいきました。前半はナズグールという恐ろしい追跡者がいましたし、後半はボロミアが指輪の影響を受けて反応を示しました。フロドへの指輪の影響は他のキャラクターに分散されていたのです。しかし第2部以降、基本的に指輪の周囲にはフロドとサム、そしてゴラムしかいません。第2部のゴラムはスメアゴルといういい面の方が優位に立つ分、彼を通して指輪の脅威を描くには不向きでした。そこで所持者であるフロドと原作では指輪をきっぱり拒絶したファラミアが指輪の影響を強く受けるという改作が行われた。私はそのように考えています。つまりフロドの持つ指輪に耐える強さは一つの指輪の演出の犠牲になって薄れてしまったという見方です。それでは指輪の力の強化はどのように行われたのでしょうか。手がかりは指輪の表現の一貫したパターンです。指輪をはめる場面は何度かあります。指輪をはめると原作でも映画でも同じようにはめた人物の姿は見えなくなり、その人の視界はぼんやりとします。映画ではこれ以上の一貫したパターンを指輪に与えました。それはある例外の場面を除いて必ず指輪をはめれば
サウロンの目にさらされるということです。もし指輪をはめるたびに起こる出来事が違えば、何か別の要因があったとしても、観客の混乱を招く可能性があります。一貫したパターンは単純化とみなすこともできますが、映画表現では分かりやすさのための解決策の一つです。この一貫したパターンは、指輪に刻まれた一つの指輪はすべてをすべ、一つの指輪はすべてを見つけという名文の通りと言えると思います。映画のフロドは指輪を4回はめました。ブリー村、風見が丘、アモン編、そして滅びの山です。意外なことに原作で映画の描写に近いことが起こる。つまりフロドがサウロンの目の凝視に相かけるのは特殊な見晴らし台であるアモン編の椅子に座った時ただ一度でした。滅びの山でフロドが指輪をはめた時、私たちはサムの視点で出来事を見守っていますが、フロドの視点で描けばおそらくこの時も同じ演出がなされたでしょう。指輪の脅威ははめたくなる機会によっても描かれました。指輪をはめたくなる状況にも一貫したパターンがあります。まるでナズグールの存在に指輪が呼応するかのように、ナズグールが近づくとフロドの手はたちまち指輪に伸びていきました。原作では死者の沼地にナズグールが来た時に指輪をはめたいという衝動に駆られた描写はありません。でも映画ではフロドの手はみるみる指輪へと伸びていき、サムが引き止めなければはめてしまったかもしれません。映画のフロドはこうした未遂をたびたびサムに助けられて回避しました。ファラミアに連行されたオスギリアスでフロドがナズグールに指輪を差し出そうとする場面は完全に映画独自の展開ですが、フロドが我を忘れてサムに剣を向けることは緊迫感を生み、指輪の圧倒的な力を描いてはいるものの、フロドの意志の力はかけらも残っていないように見えてしまいます。一つの指輪こそこの物語の根幹です。映画の制作陣の視点に立つと、指輪の恐ろしさを観客が身に染みて理解しなければ、捨てる旅に出る理由も、他のキャラクターが必死に戦う理由も理解されないだろうと考えたからこそ、指輪の恐ろしさをとことん突き詰めていったのだろうと思います。しかし、この演出によって、フロドは指輪の力に耐えられない弱い人物として映りやすくなり、なぜフロドが主人公なのかという疑問を見る人に抱かせる要因となったのです。映画のフロドが評価されにくい理由の2つ目は、フロドのゴラムに対する過剰な信頼です。指輪の話が長くなったので、ここからはスピードを上げていきます。ゴラムを信じるか信じないか。映画ではゴラムの道案内をめぐって、フロドとサムの関係には亀裂が入りかけ、旅に緊迫感が生まれます。映画のフロドは指輪所持者としての自分をゴラムに重ね合わせ、彼を救おうとするあまり、サムを遠ざけてしまいます。原作のフロドもゴラムに憐れみを持って接しました。それでも不実なら不実でしようがないという客観的な視点を維持していました。サムのことも大切にしています。原作ではゴラムがフロドをシーロブのトンネルへ導く動機はフロドのためなのか指輪のためなのか、トンネルに入る直前までどっちつかずの状態です。映画のゴラムは原作より陰湿で巧妙です。第2部の終わりにはゴラムはほぼ自分が指輪を取り戻すために行動することを決心している様子です。私たち観客は長い時間をかけてフロドが騙されていることを知りながらゴラムの罠にはまる様子を見届けなくてはなりません。ゴラムの策略が明らかになった後、フロドはサムに対する償いの気持ちを表します。その姿はサムの助けなしには旅を続けられない無力な主人公と映る人もいたでしょう。
結局、判断を誤り、窮地に陥ったフロドを助けてくれたのはサムであり、この構図がフロドを頼りない存在として強調してしまったのです。原作でも大まかな展開は似ていますが、キャラクター描写や動機の違いによって映画ではフロド像が原作よりも一層危なっかなしい主人公と感じやすくなっていると思います。映画のフロドが評価されにくい理由の3つ目は、サムのフロドへ共感する機会の削除です。映画ではシーロブの毒でフロドが死んだように見えたとき、サムはフロドから指輪を取り自分で保管します。彼は指輪を使うことはありませんでした。それによりサムの潔白性が強化され、指輪に執着を見せ始めたフロドが堕落しているように見える場面にもなりました。原作では事情が違います。多くがやってきて隠れ場所もない危機的な状況で、サムはほぼ反射的に指輪をはめて姿を消しました。この時、サウロンにサムの存在が感知されることはないのですが、サムは指輪の誘惑と恐怖を体験します。サムのこの体験は、フロドが何に耐えて指輪を担っているかを読者がサムと一緒に理解する大切な場面です。ですが、映画ではサムが指輪をはめる場面を丸ごと削除してしまい、それを補う場面もないために、指輪に耐えるフロドの立派さが伝わりにくくなってしまいました。第2部以降、フロドとサムの旅は、サムの視点から見る構図に少しずつ変化していきます。こうして主人公であるはずのフロドは脇に退かれていきました。サムが真の主人公であると感じる人が多いのは、つまりフロドの内面的な戦いを理解する手がかりを失った視聴者が、目に見える活躍をするサムの方を頼もしく思い、より親しみを持った結果だと考えています。それにもかかわらず、フロドは指輪を引き受ける意志を持った英雄です。原作者のトールキン教授は、フロドの滅びの山での場面を道徳的な失敗として描いたわけではないと語ります。そして、できる限りのことをやり遂げた人物とみなしているようです。それがどういうことか、原作を読んだことがあれば、ガンダルフの憐れみの実践、あるいはフロド・バギンズの成長という動画もご覧になってみてください。もしまだ読んだことがなければ、その動画を見る前に原作を手に取ってみてほしいなと思います。しばしば映画は原作に忠実で、トールキンの精神が反映されていると評価されています。それは果たして本当にそうなのか、ぜひご自身でも考えてみる機会としてこの動画を活用してください。軒の下のチャンネルでは、これからもトールキン教授が作品にどんな思いを込めたのか、皆さんと一緒に探る動画を作っていきます。もしこの動画が楽しめたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。最後までご視聴くださりありがとうございました。それではまた次の冒険でお会いしましょう。